時は2世紀後半、後漢の霊帝の中平3年、天下を揺るがした黄巾の乱は平定されたものの、西方の領主は王国、関水、馬頭らの手に落ち、漢の天下は大きく揺るぎつつあった。しかし、都の洛陽では相も変わらず、平定と彼を取り巻く宦官、特にその主会ともいえる、長城、長中羅十条寺の先見が続いていた。天下が戦乱に飲み込まれているのが嘘のように、この洛陽では皇族、貴族、宦官たちが奢侈にふけっていた。前年に南宮で大火災があり、多くの宮殿が焼失したことから、朝廷は天下に宗宮遷という租税を付加し、民衆への搾取はさらに激しくなっていた。そして各地の反乱への対応が遅々として進まない中、宮殿の建設だけは最優先で進められていた。陛下陛下、玉堂殿の修復が完成いたしましたぞ。ぜひご覧くださいませ。どれどれ、見事な出来栄えだな。よくやった。褒美はたんまり使わすぞ。ありがたき幸せ。陛下、私もご命令のありました銅像が無事に完成しました。総流血、玄武血に並べております。できたか。どんな感じだ。こちらでございます。よくできておる。立派な銅像じゃ。このように立派な銅像はこれまでになかったであろう。晴天したる陛下の知性のもと、天下がますます繁栄していることを象徴するようでございます。そうかそうか。お主にも褒美をたくさんやるぞ。ありがとうございます。4つの大きな鐘を鋳造しました。玉堂と雲台殿の前にかけております。鎌を鋳造しました。口から水を吐きますぞ。有骨水車と水を吸い上げる筒を作り、道路に水を自動でまけるようにしました。洛陽の民も喜んでおります。新しく4つの模様のある貨幣を鋳造しましたぞ。どうです。今までになく美しい通貨です。大寒の繁栄ここに極まれりですな。黄金の属も瞬く間に平定され、この洛陽の未曾有の繁栄を極めております。すべては陛下の聖なる徳のお力によるものです。清掃部皇帝と霊と経過を超えるものではございません。ははは。真の聖聖のもと、都洛陽はどれほど繁栄しているのかちょっと眺めてみようか。平安宮に展望台があったな。あそこに登って都の様子を眺めてみよう。まずい。陛下が展望台に登ったら、俺たちが豪華な屋敷を構えていることがバレてしまう。完全に法令の規定を超過しているから、見つかったら処刑者だ。展望台に登らないように陛下を止めないと。そうだ、お前。はい。今すぐ陛下のもとに走り、なんとかして陛下をお止めしろ。しくじったらお前の命はないぞ。はは。さてさて登ってみるとするか。陛下、お待ちください。どうした。展望台に登ってはなりませぬ。展望台というのは登るためにあるのではないのか。天守は高台に上がるべきではありません。天守は高台に上がると、庶民は離散してしまうのです。そんな教えがあったっけ。はい、ございます。天下の民がちりぢりになってしまってはどうしようもありません。何卒お帰りください。霊帝がこの発言の背景をどこまで認識していたかは定かではない。しかしともあれ霊帝は展望台に登るのを取りやめ、この後も登ることはなかった。平帝の後宮には加皇后が君臨していた。平帝が寵愛していた王美人が加皇后に毒殺されたのは5年前。それ以降、加皇后に対する霊帝の寵愛は薄れていたとはいえ、加皇后の地位は盤石だった。十条寺がその強力な後ろ盾として全面的に支えており、加えて加皇后の兄の家臣が大将軍として天下の平権を握っていたからである。しかし、霊帝が心から愛情を向ける存在はただ一人、亡くなった王美人だった。頭脳明晰で文化的素養も高く、豊満な女性であった彼女を失った霊帝の心には、埋められない大きな穴がぽっかりと開いていたのである。どうも陛下の顔色が優れない。刺激が足りないのかもしれん。何か新しい娯楽を陛下に提供するかな。平帝は聖苑で生活することが多かった。聖苑には1000軒の建物が建造された。そして全国から何千人ものよりすぐった美女をここに集めた。宮女には年齢制限があり、上は18歳、下は14歳。彼女らは皆薄着をまとって霊帝と共に沐浴して戯れた。この建物を羅遊館という。さらに聖域の香料を似た用水路へ流し込み、これは流皇居と名付けられた。秦は誠に満足じゃ。もし1万歳までこのように過ごすことができれば上級の仙人と言えるだろう。そうじゃ昨年完成した満金堂は今どうなっておる。見てみたい。どうですか。ご覧ください。司農府が管理する金銭、絹織物をすべて格納しましたぞ。素晴らしい。山積みになっているではないか。先帝の豊満財政のせいで即位当初は宮中は何かと不如意であった。これも長城寺のおかげじゃ。誠に長城寺は我が父、長城寺は我が母である。
もったいないお言葉。平定は喜んでいるが、結局は朝廷の収入を皇室の財産に横流ししているに過ぎない。朝廷と民衆には金がなく、皇室や一部の権力者に富が集中する状況は強まる一方だった。この羅遊館ってなかなか衝撃的なネーミングだけど、実際にあったの？清代の大岡の著作である周易に記載されている話だ。史書ではなく物語、いわゆる史怪小説というジャンルに属する。すると史実というよりは若干創作寄りっぽいね。そうだな。陰の中央の七肉林を彷彿とさせる、いかにも作り話っぽいエピソードだな。それにしても、良質の宦官の旅卿が亡くなってしまったあたりから周囲にまともな人物がいなくなったのかな。氷州の状況も霊帝には正しく伝わっていなかったのかもしれない。悪陽の中だけ見ると、史上空前の繁栄が実現していたのは事実で、霊帝にはそこしか見えていなかったのだろう。古漢前期の皇帝は軍港を頻繁に行っていたから、地方の実情を把握することもできただろうが、霊帝はずっと洛陽の宮中にこもっていたからな。それも十条寺の狙いだったのかもね。この年すでに31歳となっていた霊帝であるが、まだ皇太子を定めていなかった。霊帝の王子は2人より、加皇后が産んだ長男の劉弁11歳、宝美人が産んだ次男の劉強6歳。嫉妬深い加皇后は、霊帝の他の秘書が妊娠すると堕胎させたり殺害したりを繰り返しており、霊帝に他に王子はいなかった。宝美人は劉強を出産した直後に加皇后により毒殺され、それに激怒した霊帝は、加皇后を廃校しようとしたが、十条寺の必死の取りなしで断念した。この時加皇后に激怒した人物が霊帝以外にもう一人いた。霊帝の母親、東太后である。東太后は母親を失った王子劉強を自らの居住する永楽宮に引き取って養育した。そして、劉弁を皇太子に立てたい加皇后と十条寺に対し、劉強を皇太子に立てたい東太后という対立構造が出来上がりつつあった。霊帝は折に触れ、母親のご機嫌伺いのために永楽宮を訪ねた。今日はあなたに似て、とても利発に育っているわよ。本当ですな。私の幼い頃にそっくりだ。なんでも毒皇の産んだ王子は、トロヒョロして頼りないそうじゃない。そうなんです。私とは似ても似つかずで。お前もよく世継ぎのことを考えないといけませんよ。毒皇の産んだガキが世継ぎになったとして、果たしてこの粒子の天下を守っていけると思うの？私も最近はそのことばかり考えています。あいつには到底無理じゃないかって。そうでしょう。跡継ぎをどうするかは天下の大事よ。選択を誤ってはなりませんよ。お前には2人しか王子がいないんだから、この京を大使に立てるしかないじゃない。同感なんですが、十条寺がみんな完全に皇后派なので、私もおかつに手を下せないのです。お前は天使で、宦官はお前の召使いに過ぎない。召使いに気を使っていてどうするのよ。ってやり方を考えなさい。例えば、宦官の中で毒皇に組みしないものを取り立てるとか、いろいろあるでしょ。そうだな。よし、今日を大使に立てるための手立てを本格的に打つとするか。私が陛下の願いを実現させてみせましょうぞ。わしの手足となって動いてくれるか。私の命はもともと陛下のものでございます。首と体が離れることになろうとも悔いることはございません。宝子劉弁には加皇后、大将軍家臣と十条寺、王子劉強には東太后と形跡。そして未だに皇太子を立てない霊帝の一中の後継者は王子劉強。この構図がこの後の政局を大きく動かしていくことになる。赤丸です。三国演義を見ていると、劉弁と劉強の兄弟の対立構造というのはあまり見えないのですが、実は背後には宮中を二分する激しいバトルがあったのです。この対立が今後どのように発展し、どんな影響を生むのか、それは今後の展開をお楽しみください。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。